こんにちは、弥生です。解説役の古墳だぜ。さて、古墳さん。今日のテーマは歴史の授業でもよく聞いた満州についてね。もともとは神朝を建てた人たちの名前だったはずだけど、これってどういう意味なのかしら？いきなりいい質問だぜ。実は満州という名前の由来には、数十もの説があって、長い間議論の的になってきたんだ。決着がついていないの？でも今回は、2022年に発表されたアンドレアス・ヘルツル氏の論文を、元に、言語学的視点から最も有力視されている説、下半仮説について解説するぜ。下半仮説。川のほとりってこと？その通り。結論から言うと、満州という言葉は、もともとは大河アムール川下流を指す言葉で、そこからその川沿いに住む人々を指すようになったという説なんだ。地名が人々の名前になったパターンなのね。この論文では、これまでの批判を退け、意味の変化や音の法則を緻密に分析して、この説が正しい可能性が非常に高いと結論付けているんだぜ。今回はその根拠を追っていくぜ。でも私、満州は仏教の文殊菩薩から来ているって聞いたことあるわよ。詳しいな。確かにそれは有名な説だ。サンスクリット語のマンジュシュリーが由来だとする説だな。乾隆帝なんかもそう主張していたし、当時の満州人にとっても、ある種の真実として機能していた面はある。じゃあ、それで決まりじゃないの？言語学的には、それは民間語源後付けの解釈だと考えられているんだ。音の響きが似ているから、高貴な意味を後から被せたってわけだな。なるほど、権威づけのために良い意味を持たせたかったのね。確かに、歴史の本を読んでいる時も、資料が見えっ張りだったり、嘘つきだったりしないか、信頼できるかを明らかにすること、資料批判、があるわね。それと同じようなことが必要なのかしら。そう。同じような理由で、音の変化や意味の変化のような客観的な証拠に基づいた、科学的な手法によって、検証し直す必要があるんだ。そこで再評価されたのが、古くからあるけど、決定打に欠けていた下半仮説、なんだぜ。なんだか推理小説みたいで、面白そうね。まず、川の名前が人々の名前になるなんてことあるの？という疑問から解決しよう。そうね。川の名前で呼ばれるって、ちょっと想像しにくいわね。実はツングース系言語、満州語の親戚の言葉たちでは、川の名前で人々を指し示すのはごく一般的なことなんだ。例えば、腕ヘ語というツングース系言語には、マンムという単語がある。これは文脈によってアムール川を指すこともあれば、ナナイというアムール川沿いの別のツングース系の人々を指すこともあるんだ。同じ単語で川とそこに住む人々の名前の両方を意味するの？そうなんだ。こういう事例はツングース系言語にたくさんある。有名どころだと、実は王朝の名前にもある。ツングース系の女神人の建てた金王朝は、中国国流行省の都市ハルビン近郊にある金という意味の川の名前に由来しているとされるんだ。歴史の教科書で見るような名前には他にも、川の名前に由来するものがあるのね。タイムリーな話題もある。今年2026年の夏、東京外国語大学オープンアカデミーという市民向けのオンライン講座で、ソロン語というツングース系言語に入門する講義が開講予定。このソロンという名前も、川上に住む者たちという意味なんだ。ちなみに東京外国語大学オープンアカデミーは、こうしたレアな講義がたくさん開講されているから、みんなも知っておくと世界が広がるかもしれないぜ。川に関係する言葉が、言語や人々の名前になっているね。認知言語学でいうメトニミー、勧誘ってやつだな。場所の名前を使って、そこにいる人々を指す用法だ。うわぁ、複雑な図。でも、一時停止してじっくり見ればわかるくらいの難易度な気がするわね。永田町が動いた、といえば政治家が動いた、という意味になる、みたいなもの？まさにそれだぜ。論文では、満州もこのようなメトニミーのプロセスを辿ったと考えている。もともとはアムール川下流などの大きな川を指す言葉があって、それがその川沿いの人々を指すようになり、最終的に特定の人々の名前として定着したんだ。なるほど、意味の変化としては十分にあり得る話なのね。かつて、下半仮説に対してスターリーという研究者が批判をした。なぜ自分たちの名前に、よその川の名前を付けるのか？満州人はアムール川をサハリアン、黒い川、と呼んでいるじゃないか、とね。確かに、自分たちの言葉で呼ばないのは変ね。これに対して著者のヘルツル氏はこう反論している。第一に、川の名前が変わることはよくある。第二に、満州という言葉は、もっと古い時代にアムール川下流、という、特定の場所を指していた言葉が、化石のように残って人々の名前に転用された可能性がある。
意味が変化して、元の、川、という意味が忘れ去られているのに、人々の名前としてだけ残ったってこと？その通り。満州語では、満州はグルン、国、人々、という言葉とセットで使われることが多かった。だから、川の人々、という意味が定着しやすかったんだろうと、ヘルツル氏は書いているな。これは単なる想像ではなくて、満州が、音、の面から、川、という原義を持っているであろうと、確固とした推定ができるから言えることなんだ。なるほどね。もっと、音、の話について教えてほしいわ。ここからがこの論文のハイライト、一番難しい、音、の話だ。お手柔らかにお願いするね。けれども数学の証明みたいに、一番大事な部分よね。その通りだぜ。視覚言語学と音の話は、切っても切れない関係にある。1870年代に青年文法学派が唱えた音法則に例外なし、というテーゼは、どんな語族にも有効で、現在でも様々な語族の歴史を明らかにし続けている、強力な理論なんだ。150年以上使われている理論なんて、ロマンを感じるね。そんなロマンのある理論を使って、この論文はどういうことを証明しているの？ツングース祖語で、川、を意味する単語を、著者のヘルツル氏はマム語、と再建している。これがいくつかの音の変化を経験して、満州語の、満州、になったと考えるんだ。マム語。もごもごしていて、言いにくいわね。ツングース祖語ってこんな難しい発音の単語がたくさんあったの？いいところに注目しているんだぜ。ツングース祖語のマム語と同じ MG を含んでいる単語は少なめなんだ。この論文で挙げられているのも、広い範囲に見られる単語はせいぜい4つだ。見られる語彙の少ない音の語源の研究は遅れてしまいがちだぜ。あまりよくわからなかったのだけど、比較言語学も根っこの思考法は古代史と同じで、使える資料が少ないと、研究が難しくなってしまう、ということかしら。大体そういうことなんだぜ。他のツングース書語を見てみよう。マム語の MG が色々な変化をしていることがわかるんだぜ。本当だわ。読めない記号も多いけれど、マム語の最後の語ガム、とかボ、とかジュ、になっているのかしら。これらが、音の変化によるものなのね。そうなんだぜ。満州語では、ツングース祖語の第二音節にあった王のような母音が多くの環境で、U に変化したんだぜ。この表を見てみよう。例えばツングース祖語の、海、を意味するラーモ、という単語が、満州語ではナム、に変化しているだろう？そうね。満州語のナムって、なんだか波みたいで、発音が可愛くなっているわね。いいところに注目しているんだぜ。視覚言語学は音の変化を捉えていくのが大事だからな。満州語のナムの2番目の音節では、ツングース祖語の王が満州語の U に変わっている。これは、19世紀の青年文法学派の時代以来言われてきた例外のない音の変化。つまり音法則なんだ。確かに、このナムという可愛い単語になるとき、最後の母音が王から U に変わっているわね。満州語は、ツングース祖語の王が2番目の音節で U に変わるという音の法則をかつて経験していて、例外はない、っていうことなのね。そうなんだぜ。視覚言語学では、言語の変化をこういった例外のない音法則を、たくさん適用していく過程だと仮定する。この過程はほとんどの場合有効なので、パズルのように歴史を明らかにすることができるんだ。言語の歴史は、祖語の発音にたくさんの音法則が積み重なって変化していく過程なのね。なんだか、遺跡の発掘調査報告書に出てくる地層みたいね。でも、それなら満州語の満州の樹はどこから来たのかしら？古墳さんが教えてくれた。音法則は、ツングース祖語の王が満州語の U に変わるものだけだったよ。それだけだと、ツングース祖語のマム語は満州語マムグにしかなれないはずだよね。鋭い質問なんだぜ。この論文が解明している最重要の成果は MG に関するものだと言っていい。ヘルツル氏の研究によって、MG がツングース語詞の中で非常に複雑な変化を経験してきたことが分かったんだ。MG に影響を起こした音変化は11種類あり、さらにこれらが起きた順序には6通りの組み合わせが見られる。11種類に、6通り、でもそれって研究がすごくめんどくさいんじゃないかしら。その通りなんだぜ。そもそもツングース語の比較言語学者は、日本語、中国語、ロシア語、ドイツ語、フランス語、英語などで書かれた記録をくまなく読んで、非常に注意深くデータを集める必要がある。それを先行研究に配慮しながらさらに非常に細かく分類していく作業は、大変だっただろうな。しかも、MG の経験した音の変化は、しばしば例外があるんだ。音の変化に例外があるって、どういうこと？さっき、比較言語学では音の変化は、例外がないと仮定するって言っていたよね。鋭い質問なんだぜ。音法則に例外はない、という青年文法学派の過程は、有用なものではあるんだが、実際の言語では例外も現れることがある。例外は様々な理由をつけて説明することができるが、
稀に理由を与えられないものに出会うこともあるヒートマップの C、MG が10になるものも、そうした例外に理由を与えるのが難しい音変化の一つなんだ。MG はいきなり10になったの？あまりにも発音が違いすぎると思うのだけど。鋭い質問なんだぜ。マム語はいきなりマンジュになるわけじゃない。満州語やその近い親戚では、マム語の MG の部分がマングのようにエング G に変わる音法則が起きたんだ。確かに、マム語よりもマングの方が言いやすいね。言いやすい方に変わったのかしら？鋭いな。確かにこの音法則はそういう風に解釈することができる。先行する無が後続する。具と口の中の近い位置で発音、調音、されるようになるから、これを音声学では逆行動化という。なるほど、これでマングにはなったわけね。次は何が起きるの？ここで、口外化、という現象が起きたとする。後ろに U や I という母音が来るとき、ぐ、という音がんじゅ、に変化することがあると考えるんだ。そんな変化、勝手に起こしていいの？本当に鋭いな。これは満州語の具、気を持つ単語の中にしばしば見られることのある変化で、規則的なものではないんだ。他にはモンゴル語族からの借用語でも、モンゴル祖語ソング、選ぶ、に対応する単語が、満州語で尊女になったりしている。他のツングース系言語に対応する単語などにも、しばしば見られることがある。つまり、こうした単語と同様に、マング、カワ、ガマンジュ、に変化することも、あり得ると考えた方がいいんだ。なるほど。複雑な変化のせいでよくわからなくなってしまっているけど、丁寧に問題を区分けしていくと、マム語がまんじゅになり得ることがわかるわけね。音の法則でまんじゅイコール川があり得ることはわかった。でも、どうしてそこまでして自分たちの名前を川にしたかったのかしら？そこには、彼らの文化的な背景が深く関わっているかもしれないんだ。論文によると、ツングース系社会において、川は単なる水場ではなく、生活と精神の中心なんだぜ。生活と精神の中心？ああ。彼らは伝統的に川沿いに住み、川に沿って移動して暮らしてきた。夏はボートで、冬は凍った川の上をスキーや犬ぞりで移動する。つまり、川は彼らにとって天然の高速道路、だったんだ。なるほど、ライフラインそのものだったのね。それだけじゃないぜ。川は食料、魚、の宝庫であり、なんと魚の皮を使って衣服を作ったりもしていたんだ。魚の皮で服を、捨てるところがないのね。さらに面白いのが、方角、だ。彼らにとっての方角は、東西南北よりも、川上か、川下か、が基準になることが多い。川が世界の座標軸になっているんだな。生きることも、移動することも、方角を知ることも、全部、川、が基準なのね。そうだ。満州の人々の起源神話や民話、儀式にもたくさんの川が登場する。川の種類や部分を表す専門用語も、豊富にあるんだ。そう考えると、自分たちの名前をアムール川下流の大河にするのは、とても自然で、誇らしいことのように思えてくるわね。その通りだぜ。満州、という言葉は、単なる記号じゃなくて、彼らの祖先が愛し、畏敬し、共に生きてきた。母なるアムール川、そのものを指していた。そう考えると、歴史のロマンを感じないか？とっても。文殊菩薩説も華やかでいいけれど、川と共に生きる人々、という意味だったという説の方が、彼らの力強さを表している気がする。というわけで、今回の解説はここまで。満州の語源は、雄大な川への思いが込められた言葉だった、という話だったぜ。最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。この動画が少しでも良いと思ったら、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。皆さんのコメントもお待ちしています。それでは、また次の動画でお会いしましょう。